こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Google コラボラトリで Python 入門第10回。for 文とない for 表現についてお送りします。プログラムでは同じような処理を繰り返すことがよくあります。そのような時に for 文を使って記述します。最初に for の基本構文について説明します。for 文は for の後に変数次に因縁算子そしてシーケンスを書きます。その下に繰り返さしたい処理を時下げして書きます。シーケンスはリスト、ダプル、文字列などのオブジェクトを指定することができます。この for 文が実行されると、シーケンスの要素が順番に変数に代入され繰り返したい処理が実行されます。それでは for 文の使用例を見ていきましょう。この例では、最初にフルーツにアップル、バナナ、オレンジをリストとして設定します。それを3行目の for 文で、リストフルーツより一つ一つ変数フルーツに取り出し、4行目で出力しています。この for 文では、フルーツリストの要素が順番にフルーツ変数に代入され、プリントフルーツによって要素が出力されます。次に辞書よりキーと値を取り出す例を見ていきましょう。1行目でデータに辞書を設定します。そして、3行目の for 文で変数キーに辞書データより一つずつデータを取り出していきます。この時、変数キーは書のキーを一つずつ取り出すこととなります。したがって4行目では、キーが取り出され出力され、5行目では、このキーをインデックスとして辞書より値を取り出しています。レンジ関数を使うことで、あらかじめ何かに値を格納しなくても指定した範囲の分だけ数値を作成できます。レンジ5は0、1、2、3、4のシーケンスを生成します。for 文でこのシーケンスをループし、各数字が変数 i に代入されます。ループ内でプリント i を実行することで、各数字が出力されます。レンジ関数は、開始値、終了値、ステップを指定することもできます。この例では、開始値が1、終了値が6、そしてステップが2と指定されていますので、レンジ1、6には、1、3、5のシーケンスを生成します。ブレイク文は、for 文を途中で終了させるために使用します。ループ内で i が5になった場合、ブレイク文が実行されます。ブレイク文によって、for 文が途中で終了し、ループ後の処理に進みます。コンティニュー文は、for 文の現在のループをスキップし、次のループに進むために使用します。ループ内で i が偶数の場合、コンティニュー文が実行されます。コンティニュー文によって、現在のループの残りの処理がスキップされ、次のループに進みます。この例では、1、3、5、7、9が出力されます。ない for 表現は、リスト、辞書、集合などのデータ構造を簡潔に作成するための方法です。for ループと if 文を組み合わせて、1行でデータ構造を生成できます。構文は、式 for 要素 in イテラブルオブジェクト if 条件式のように書きます。この中のイテラブル・イターブルとは、要素を順番に取り出すことができるオブジェクトのことを指します。具体的には、リスト、タプル、セット、辞書、文字列などがイテラブルに該当します。ない for 表現の使用例を見ていきましょう。右側のプログラム例では、1から5行目までがない for 表現を使用しないで書かれたものです。リストアンダーライン A に1から5までの数値をリストとして代入します。そしてリストアンダーライン B には、からのリストを設定し、3行目、4行目で、リストアンダーライン B にリストアンダーライン A の要素を追加していくプログラムとなっています。これをない for 表現を使用してプログラムしたのが、8行目から10行目に書かれたプログラムとなります。8行目で、リストアンダーライン B をからのリストとして設定します。そして9行目でない for 表現を使用して、リストアンダーライン A の要素を X として一つずつ取り出しリストアンダーライン B に追加しています。そして10行目でストアンダーライン B を表示するプログラムとなっています。このようにない for 表現を使用すると簡潔にプログラムを作成することができます。こちらにない for 表現の応用例を示します。1行目でナンバーズに1から5の整数をリスト化したデータを入力します。そして3行目でリストナンバーズより一つずつ要素を取り出し、AX に代入しそのデータを2乗したものをリストの要素として追加していき、それをスクエアズに設定します。
そして4行目でスクエアーズの内容を表示します。6行目のプログラムはナンバーズの偶数要素を2乗したリストを作成するプログラムです。このプログラムでは if 文を使用し、if x% に=0として偶数であった x のみを取り出し、それを2乗しリストを作成しています。この場合、2と4のみが取り出され、それを2乗し4と16のリストが作成されます。先ほどはリストに対する内包表現でしたが、辞書形式のデータにおいても内包表現を使用することができます。構文は、はじめ中括弧キー式、知識4要素 in iterable object if 条件式終わり中括弧のように書きます。こちらはリストから辞書を作成する例を示しています。リストの要素をキー、要素の2乗を値とする辞書を作成します。1行目でナンバーズに1から5のリストを作成しています。そして2行目でスクエアズアンダーラインディクトにリストナンバーズより各要素を取り出し、キーの部分に x、値の部分に x の2乗を設定し辞書を作成しています。3行目でこの辞書を表示したものが出力結果となります。こちらは文字列から文字のカウント辞書を作成する例を示しています。文字列に含まれる各文字の出現回数をカウントする辞書を作成します。最初にテキスト=ハローワールドで変数テキストに文字列ハローワールドを代入しています。次にシェアアンダーラインカウンツ=はじめ中括弧シェアテキストカウントチェア4シェアインセッテクト終わり中括弧で辞書内包表記を使ってシェアアンダーラインカウンツという辞書を作成しています。セッテクトは文字列テキストから重複を除いた文字の集合を作成します。ハローワールドははじめ中括弧一重引用符 H 一重引用符一重引用符 E 一重引用符一重引用符 L 一重引用符一重引用符 O 一重引用符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  W 一重引用符一重引用符 R 一重引用符一重引用符 D 一重引用符終わり中括弧となります。4シェアインセッテクトは集合内の各文字をシェアに代入してループ処理を行います。シェアテキストカウントチェアは各シェアをキーテキスト内のシェアの出現回数を値として辞書に追加します。